ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白死体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、ボエシアの勇者よ。彼はデイドラクエストの一つ、ボエシアの呼び声をクリアすれば手に入る死体よ。黒炭の鎖片びらの持ち主として有名ね。鎧が特殊なだけで彼本人に特別な能力を持ってる印象はなかったのだけど、見た目からは想像もつかない意外な特技を持っていたわ。というわけでまずは彼の性能を見ていくわよ。始まるよー。ボエシアの勇者は片手武器を得意とする重装戦士よ。彼が着ている黒炭の鎖片びらには周囲の敵にダメージを与える効果があって、彼の周囲にいる敵はそれだけで体力が減っていくわ。銃とは防具の変更ができないから、黒炭の鎖片びらを使える銃とは彼一人だけよ。面白い能力ではあるのだけど、それ以外の能力はというと、攻撃力も防御力も大したことなくて至って平凡と思っていたのだけど、意外な特技があったわ。それは二刀流の攻撃モーションが速いということよ。初期装備で盾を持ってるから二刀流のイメージは全くないのだけど、実は彼は二刀流を強化するパークが充実しているわ。ただし単に武器を2本渡しても片手でしか使わないから、彼に二刀流をさせられるのは、フォースオーンの剣などの一部の武器を持たせた場合だけよ。片手の武器が限定されるとはいえ、二刀流をさせた場合の火力はかなり高いわ。最初はただ黒炭の鎖片びらのエフェクトが面白いだけの死体だと思っていたのだけど、二刀流をさせれば戦力としても優秀よ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがボエシアの勇者のステータスよ。注目すべきはやっぱり二刀流関連のパークね。2連シップをランク2まで取得してるから、二刀流で猛烈な速度で攻撃できるわ。強烈な攻撃や二連猛撃などのパワーアタックを強化するパークも充実してるから、パワーアタックだけならエクストラダメージに迫るくらいのダメージを出せるわ。片手剣と片手斧を強化するパークも持ってるから、特別な理由がなければこのどちらかを持たせるべきね。炎強化のランク1を取得してるから、もし富士武器を持たせるなら炎属性にすればダメージが上がるわ。実は彼のステータスは戦士系のブライアハートと全く同じよ。だから防具の適性は軽装しかないし、軽装のパークがやたら充実してるわけね。ただ実際には彼が着てるのは重装だから、防御力は見た目の割に低くなってるわ。とはいえ体力は高いし、攻撃力の高さも相まって優秀な近接戦士であることに変わりはないわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。レベル30まで上げてから野外を移動していると、そのうちボエシア信者が襲いかかってくるから、彼の死体からボエシアの証明を読めば、ボエシアの呼び声のクエストが開始されるわ。ウィンドヘルム東のボエシアの祠へ向かうことになるのだけど、ボエシア信者の襲撃を待たなくても、直接ここへ来ることでもクエストを始められるわ。その後はなんやかんやあって、最終的にナイフポイントリッジでボエシアの勇者を倒せば、彼の死体が手に入る。と言いたいところなのだけど、倒した時点では彼に死の銃とは効かないわ。ちゃんと黒炭の鎖片びらを装備してクエストを終わらせれば、死の銃とが有効になって彼の死体が手に入るわ。クエストをあえて終わらせないようにして死体の消滅を防ぐという方法は使えないから、死体の保存には宝の地図などの保存アイテムが必要になるわ。彼のレベルだけど、多分ボエシア信者が出現するタイミングで決定されるのだと思うわ。つまり基本的にはプレイヤーのレベルが30の時にレベルが決定されて、ボエシアの勇者のレベルは38になるわ。レベル30を超える際に極端にレベルを上げすぎると、ボエシアの勇者のレベルが51になって銃とかできなくなるけど、意識して狙わない限り起こらないから気にしなくていいわ。ちなみに彼の防具をすべて剥いでから、死の銃とで復活させて、ファストトラベルなどの大きめのロードを挟むと、防具がすべて復活するわ。これはすべての銃とが持つ性質なのだけど、彼の場合はデイドラアーティファクトを装備してるから、個数限定装備を増やす裏技として使えるわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はボエシアの勇者について紹介したわ。黒炭の鎖片びらを着てるというだけでも面白いのだけど、二刀流をさせれば攻撃力も高くなるから、面白さと強さを兼ね備えた優秀な死体だと言えるわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。